今回は中島悟選手が現役時代初めてのホンダエンジンは F2 でのホンダワークスエンジンになるんですが、その時のことを、1992年に振り返って答えてる中島選手のインタビューです。F1 に来た時にはすっかりホンダのドライバーという印象でしたが、ホンダとの初めての仕事、初めてのレースはどんなものだったのかっていうのを紹介したいと思います。中島さんにとってホンダとの第一歩というと、やはり81年のシーズンになるんでしょうか。そうだね、僕がレースに入った頃というのは、ホンダがレースをやめてた時期だからね。純粋にホンダのエンジンでマシンに乗ったのは、81年の F2 からだよね。我々が F1 で中島選手を目にした時にはもう 100% ホンダのドライバーということでしたけども、中島さんが本格的にレースを始めたのが確か1973年ですから、レーサーとしてデビューした頃はホンダはレースをしてなかったので、長い間ホンダとは縁がなかったんですね。なのでだいぶ経ってからホンダとの仕事が始まったっていうことになると思います。それが81年の F2 ということです。初めてホンダのマシンに乗れると決まった時はどう思いました？その前の2年間を BMW のエンジンで戦っていたんだけど、資金的な問題を抱えていて特別いいものが手に入らなかったんだよね。車も前の年のものをもう1年使ったり、ホンダエンジンを使う前はお金を払って買ってきた BMW のエンジンでレースをしてたんですね。で、車体の方も2年続けて同じものを使ったりと苦労してレースをしていたわけです。そういったこともあって81年からはエンジンも変わりシャーシも変わるというので期待はしたよね。プレッシャーもあったよね。対外的には買って当たり前と言われてたから、ホンダエンジンを使えることになった。そして車体も新しいものが手に入ったっていうことで期待はしてたと。だけどそれに合わせてプレッシャーもあったと。勝って当たり前だと思われてたんですね。車体に関しては別にホンダが用意してくれてるわけじゃないですから、勝って当たり前とか言われちゃうのも辛いですよね。その年は F2 でチャンピオンになりましたよね。結果的には初めて運転した3月だったかな。あの時は想像以上に乗りづらかったんだよね。それから技術陣と使いやすくてパワーもあってという方向へ向けてのテストを始めた。どうもホンダエンジンというと最初から完璧でパワーもあって扱いやすかった。勝って当たり前のエンジンだったんじゃないのかなって想像を私なんかはしてしまうんですけども、やはり最初にできたエンジンっていうのはそんなことはなくて乗りづらかったんですね。で、それを乗りやすいものにしようと、ホンダの技術者と一緒に中島選手が改良していったんですね。なので、勝って当たり前じゃないんですね。勝たなくちゃいけないんだから、どうしていけばいいかっていうことをやっていったわけですね。レースで走るよりもテスト走行の方が多いくらいテストをやったよ。確か夏前にこれまでになかったいい感触が得られたんだよね。中島さんとホンダで技術面を高めていくことができたんですね。僕はそういうつもりでいるけどね。1年間レースやるよりもテスト走行の方が多く走ったと。それだけエンジンのセッティングを変えたり、エンジンの部品を変えたり、新しいエンジン作ったらそれをまた走り込んだり、いろんなことをしてたんでしょうね。で、夏前にこれだっていういいものができたんでしょうね。ホンダと一緒に技術面を高めていくことができた。僕はそういうつもりでいると。もちろんホンダの技術者の人たちもそう思ってますよね。きちんとエンジンの性能を引き出してくれてフィードバックしてくれる中島さんがいるからいいエンジンが作れたって思ってたのは間違いないと思います。当時のホンダの体制とか印象に残っていることは、メーカーの技術陣が来ていろいろ作業をやるのを初めて見たわけよ。ホンダの開発力にはびっくりしたね。たかだか 2,3 ヶ月くらいでそういうものを作ってくるんだから。中島選手にとってもワークスエンジン、メーカーの技術者というのはこの年に初めて接したわけなので、やはりいろいろと驚いたわけですね。で、中島選手がいろんなフィードバックをしたり注文したり、さらに技術者が新しいエンジンを考えて 2,3 ヶ月ぐらいで新しいものを作ってきたって言ってるんでしょうね。そんな短い間に新しいエンジンができんのかっていう驚きというか初めての体験だったんでしょうね。早い話がそれまで全然知らなかったから、僕は BMW にしても何にしても我々は出来上がったエンジンを買って
走ってたんだから、まあ質も量も今までとは全然違ってたよね。買ってきた BMW のエンジンで根本的にエンジンを作り変えるなんてことは絶対できないわけなので、そういう意味で質も量も全く今までとは違ったって言ってるんだと思います。メーカーのワークスエンジンなら使ってるお金が桁が違いますからね。メーカーの威信をかけて作ってるわけなので。その1年間でホンダとの信頼ができたという感触はありましたか？いやいや、たった1年じゃそういったものはできないよ。ホンダって言っても大きいからね。ただ当時は人の入れ替わりがそんなになかったから、エンジンに関わってた人ともずっと同じ感じでいけたから、個人レベルでの信頼はあっただろうね。職人同士としての信頼はね。1年間一緒にエンジンを作ってきたわけですから、その実績というか信頼関係があるはずですけども、中島選手が言うには、まだホンダとのメーカーとの信頼関係、そこまで大きなものはできてないって言ってるんでしょうね。ただ、現場で一緒にエンジンを作ってきた技術者の人たちは、ほとんど入れ替わらないで一緒にやっていけてたので、その技術者の人たちとの個人個人のつながり、中島選手が最後に言ってる職人同士としての信頼関係はできてたって言ってますね。この技術者の皆さんとの強い信頼がこの後もつながっていて、それで F1 エンジンの開発というところにつながっていくようなんですけども、まあその辺は、詳しく次回以降に紹介したいと思います。まあこれが中島選手のホンダとの初めての出会いというか、初めて一緒に戦ったレース、エンジンということになります。今回以降、少しホンダの第2期に関する動画を作ろうと思ってますので、これも大事な情報なので紹介しました。冒頭に申し上げました通り、これは1992年のインタビューなので、まだ中島選手が F2 時代の記憶も鮮明な感じがしますし、中島選手のシンプルな言葉で答えているインタビューの内容にしても、やはりまだそんなに時間が経ってない出来事というのが感じられるような気がします。なので、ここから皆さんも中島選手とホンダとの付き合いがこうやって始まったんだなっていうことをイメージしていただければなと思います。はい、今回の動画はここまでです。過去にも中島選手の動画作りましたけども、私なんかより中島選手に関して詳しい方たくさんいらっしゃいますので、そういった方は何か補足があれば遠慮なくコメントに書いていただければ嬉しいですし、中島選手のこと知らなかったって方は、こうだったんだって感じでコメントいただいても嬉しいですし、はい、また皆さんで楽しんでいただければなと思います。なんでしばらく、第2期のホンダに関わる動画をいくつか作りたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。